でここで素晴らしい新月周辺におすすめの開運行動を、お話していきます。今誰とつながっているかがとにかく大事。こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さて、2026年2月の17日日本時間の9時1分水亀座の新月は金環日食です。そして続く3月3日の乙女座の満月は皆既月食です。先生術を学んでいる方だったら、こうした食シーズンの言動が今後の人生に大きく影響を与えるということはご存知だと思います。そして先生術師でない人もなんか月食や日食と聞くと詳しくわかんないけど特別なエネルギーを感じるという人も多いのも事実じゃないかと思います。今日はこの月食と日食についての解説と、水亀座の新月図のメッセージ、そしてこの日食人生を決めるかもしれないからこそぜひやっていただきたい開運行動をたっぷりお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。ではそもそも日食や月食、普通の新月や満月とどう違うのか、以前動画で詳しくお話ししましたが、少しちょっと復習してみたいと思います。満月っていうのは太陽と地球と月という順番で一直線上に並んでいる状態です。例えば、私が地球だとすると、太陽がここにあって、月がこうですね。で、月そのものは光を放ちませんから、真正面に太陽があることで、太陽の光を全身に浴びて、あのように美しい満月に輝いているわけです。で、一方で新月はずっと月がこう回ってきて、今度は太陽、月、地球という順番に並んでいる状態です。そうすると太陽の光を受けている月の面は地球からは見えないので、月がそこに存在していても地球から見ると光っていない、全然見えない状態。これが新月ということです。そして日食っていうのはこの地球と太陽の間、月が通過することによって当然こう通過するので、月の影が地球から見てると太陽に重なって太陽が欠けているように見えるという特別な現象です。じゃあ逆に言うとどうして毎回この新月の時に日食が起こらないのかというと、地球から見て太陽と月が同じ方向にある日はいつも新月ね、こうくるくる回っては戻ってくるんですけど、実はこの月の通り道はこうではなくて、この太陽の通り道と月の通り道は少しずれがあって、実は5度ぐらい傾いてるんですね。だからちょっとこういうふうに回ってるわけです。だから新月の日でも月言ってみるとここなので、月が通過していっても地球から見て太陽は欠けているようには見えないということなんです。じゃあ逆に言うと今度は新月、月食、日食はどうなっているかというと、この通り道は結局は、このせっかくホワイトボードでちょっとクラスで使ってるのが書いてあるんだった。ちょっとこれ見えてる。今ので言うとこういう感じ。これ太陽でしょ。でこれ地球でしょ。でこれ月ですよね。つまりここにいると新月、こっち側光ってるところ見えないから新月でぐるぐるぐるっと回ってきて、こう来ると三日月ですよね。ちょっとだけ光ってる。ちょうどこの位置だと半分だけ光ってるから半月で、こっちになると全部、こういうふうに平面上に書くとこうなんですが、太陽の通り道がこうだとすると地球のね、月の通り道は5度傾いてるからこうなんです。そうするとこことここ2箇所だけ重なるポイントがあるんです。でこの重なるポイントのことをドラゴンヘッド、ドラゴンヘッド、そしてドラゴンテールというんです。でここに私絵がめっちゃ下手なんですけど、こうドラゴンですよ、これ皆さん。ドラゴンがいると昔の人は感じてたわけです。ですからなんか月が見えなくなる日、太陽が見えなくなるとき、そこにドラゴンがいて、ドラゴンが月を食ってるみたいに言い伝えられていたわけです。なので、ドラゴンヘッド、ドラゴンテールというわけです。で、このメビウスの輪のように交差しているこの2箇所の近くで満月や新月が起こるときこそ月食や日食となる運命のタイミングということです。
なので通常はドラゴンヘッドやドラゴンテールのあるサインで日食や月食っていうのは起こるんですが、さあ今回は水亀座の新月です。で、ドラゴンヘッドは今魚座ですが、今回は水亀座の終わりのところで起こる新月で、魚座の前半にドラゴンヘッドがいますから、このポイントのめっちゃ近く、この辺で新月が起こりますから、完全に全部太陽が消えるわけじゃないけど、今回の場合は金環日食という形で部分的に日食が起こるということです。で、この太陽や月という私たちの生命、それから感情の源が一度ドラゴンに飲み込まれて姿を消すわけですから、これは古いサイクルの中で、古い時代には古いサイクルが完全に終わるということを象徴していると言われてました。で、実際に歴史上でも月食や日食の時に終焉を迎えたもの、文化っていうのはたくさんあるんです。でも何かの終わりっていうのは何かの始まりでもあります。これ日食や月食ってだからただの天体情報ではないんですね。占星術では魂の進化を加速させるための強力なゲートが開いている時ですよ。この時にどういう言動を取るかによって一気に古い自分を終わらせて新しい自分の人生をスタートできますよということなんです。なのでこの特別なエネルギーを味方につけて自分らしく再誕生するための準備、これはすごく大事です。ということでここでせっかくなので、水亀座の新月図皆さんにお見せします。で、一応ここでお知らせですが、私は毎月新月の少し前にオンラインで新月の星読みお茶会を開催してます。ここではこの新月図のすべてのアスペクトを全部詳しく解説した上で、そのメッセージを星読みメッセージとして解説しています。なので、すべてのアスペクトの意味を理解した上での新月のメッセージを体験できるので、ものすごく勉強にもなるし、先生術を学んでない方もそこでいろいろ質問などもしていただいて、ものすごくためになる回となっておりますので、興味のある方はぜひ参加してください。ガイアハウスのプロ先生術講座の生徒さんじゃなくても参加できますし、日程が合わない方は、これ毎回動画受講もできます。過去動画も見れるので、あの時の新月の、詳しい解説のお茶会動画欲しいという人は、言っていただくとですね、購入することもできます。毎月のお茶会情報とかクラスの情報は、このキャプションについてますノートのところ、毎日ノートを上げてますので、そこから見ていただけます。さて、それではそのお茶会で全て解説しました。内容はここではお話ししませんが、1時間半かかりますので。でも、その解説した結果を短くまとめた新月のメッセージを皆さんにお話ししていきたいと思います。まず、今回の新月は日食を伴いますから、一時的な変化ではなくて、これから長期的に新しい世界を作り上げてくる壮大な幕開けであるということですね。そして、最も注目すべきなのは、5ハウスに天体が集中している。これは日本の方にとってです。日本人だったら日本に住んでなくても日本のチャートを見ますので、5ハウスは思考ではなくて皆さんのソウルが心から喜びを感じる場所を示してます。新月の太陽も月もドラゴンヘッドも5ハウスですから、そしてそこからすっごくたくさんアスペクトが形成されてます。新月図にアスペクトがたくさんあるというのは最もわかりやすく、本当にこれめっちゃ大事な日だよということなんですが、特に大切なのは8ハウスのお牛座にある天王星とめちゃめちゃタイトなスクエアで、それから自分自身を表現する1ハウスにパンドラが横のつながりを示す天秤座で新月をサポートしているからなんです。というのは水亀座の支配星は天王星だから、天王星とアスペクトを取っていると重要ですし、今回の新月図のアセンダントは天秤座なので、天秤座にある天体は重要ということになります。で、先ほど言ったように新月から小惑星にめちゃめちゃ多くのアスペクトが出ているので、小惑星は人生後半に差し掛かった人たちを支えますから、今これを見ている人たち、そろそろ人生後半だなという方にとっては、特に今回のメッセージは強いと取っていただきたいと思います。
で、全部のアスペクト、全部まとめて解説して着地したところをお話ししますと、つまり今回の日食では現状打破して古い価値観を根本から書き換える必要性を強く示唆しています。特にテーマが全部対人関係、そして内なる情熱のテーマです。これ決して怖いことではないです。あなたが自分らしく生きるためのポジティブな脱皮です。さらに全てのアスペクトのキーワードはつながりでした。はい。よいしょ。パンドラはコミュニティが上昇することでその中にいるあなた自身も自然に引き上げられて成長していくってことを約束してるんですけど、例えば今回の日本の選挙でも自分だけ目立たせようとした人とか、自分の正しさ証明のために他者を攻撃のターゲットにした人がみんな落ちてました。もううんざりしたんだと思うんですよね。だって日本人はそういうの性に合わないから。やっぱり日本人は自分を証明するために人を蹴落としたりしないっていう民族なんですよ。だからやっぱりそういうのを見ると違和感があるんですよね。だからそれよりも自分自身の、そして自分の大事な仲間たちにスポットを当て続けるということに専念した人たちが、通っていってました。まさにこれが風の時代ということなんですね。さらに今回水星はMC って一番上の位置と IC っていうそれぞれ上の位置にもう一回お見せしますと、はい、この一番上と一番下に対して水星がそれぞれアスペクトを取っていたんですね。よいしょ。違う。で、これも大きな意味があります。あなたの魂が求める学びや表現が社会的な成功とプライベートの基盤、その両方に素晴らしい恩恵を与えますよという配置なんです。それから、アセンダントが天秤座だったということは金星の位置が大事になるんですが、愛と豊かさを司る金星も5ハウス魚座にあって、使命のドラゴンヘッドとぺったりくっついてるし、女性の仕事を支えるパラスとも重なってます。この配置では魂の喜び、パッションが燃える方向へ、もうつべこべ言ってなくて潔くコミットして、もうやります。わかります。私がやります。みたいな社会的な使命としてその大事な立場を宇宙から与えられるためにはもうやりますと自分でコミットすることが大事だよ。そうした人に活躍の場を宇宙は与えていきますよという、これまさに今日本の政治でその女性たちがコミットした人たちが場所を与えられているじゃないですか。もうまさにこれゾクゾクするような展開が先生術通りなんです。ただそれはですね、過去の心の傷を癒して自分自身の本当の心の声を届けるためのプロセスを通った人だけがたどり着けます。多分あの方たちはそこを通ったんだと思いますし、皆さんもそこを通れば自分の役割を宇宙から与えられるということになりますね。それから情熱の火星と、炎のベスタ、これも5ハウスの水亀座にあります。重なってます。これは別動画で今火星とベスタが重なってんのよ、どっちも炎なのよという動画を上げてます。これ新月図でも重なってます。で、今年これが重なってる2月3月は炎が大事なんです。で、今回の配置では他者との関わりとか高次元の学びを通してその情熱が正しく導かれるというアスペクトをとってますね。で、さらに土星と海王星くっついてますが、天王星、冥王星、それから小惑星から目に見えない理想を現実的な形にするための非常に強力なバックアップのアスペクトがたくさん入ってます。ということで、今回の水亀座の新月が示す日本、そして皆さんへのメッセージをまとめます。日本という国は古来より調和の力とバランス感覚、そして美しいものを紡いでつなげる力っていうものを持ってます。テクノロジーを使いこなしながらも勤勉さを忘れず、誰かを蹴落として正しさを証明するのではなくて、和をもって尊しとなす素晴らしい民族です。今私たちはその頂点に立ち返って、そして原点に立ち戻って自分らしさに堂々と胸を張るべき時を迎えています。誰かを打ち負かさなくていい。粛々と自分らしさを極めていく。そして自立していく。その素質、素直な本質がこれからの新時代最大限に生かされていくことと思います。前回別の動画でも言いましたが、今、幕末から明治維新の時に迎えた天体配置と全く同じエネルギーが流れています。
当時の日本が鎖国してたのに明けた一気に近代化を成し遂げて、次々と他の国を抜かしていったように、今ちょっと少し控えめかもしれませんけれども、ここから一気に猛スピードで取り戻していく力が今の日本には満ちているんじゃないかと思います。個人の人生においても同じ、孤軍奮闘するのではなくて、コミュニティの中で自分の所属しているグループを盛り上げていくということで、その中で他者を生かし、同時に自分も共に上がっていく、そんな美しい循環の基盤、これがやっぱり日本人にしかできない素晴らしい質だと思います。頭で考えた損得ではなくて、あなたのソウルレベルから心が求める間と一緒につながっていく。そうでもないのに一時的にくっついたところは全部ポシャってましたよね、日本でも。ですからこのつながりっていうのはすごく大事です。で、そのために大事なのが自分の中にあるソウルのパッションを再確認することです。ということで、ここで素晴らしい新月周辺におすすめの開運行動を、お話していきます。今誰とつながっているかがとにかく大事。もう日本の政治のように焦って早く一時的な成果を求めて、魂が求める同士じゃないのにくっついた人はみんな落ちましたよね。つながる相手を間違えるとマイナス100何議席になるという恐ろしい結果になるんです。なので皆さん、つながる相手を間違えないでください。そしてあなた自身がつながりの中でちゃんと自分も役割を果たしているから、つながりが生まれていくわけですよね。なので、それを確認することも大事です。ですから、ジャーナリングをしてほしいんですね。そして皆さんが今、つながっている人間関係を全部書き出してください。そしてそれぞれの関係の中であなたはその人に対して何ができるか、大きいちっちゃい関係ないんですよ。よくなんか私の生徒さんとかが、マキさんに助けてもらってるけど私フォロワーも少ないんで私なんかがシェアしてもっていう人がいるんですけど、関係ないわけです。一人でもシェアしてくれるその気持ちは何人フォロワーがいる人がするのも全く同じなわけです。その気持ち、何かしようとする思いに対して返そうって人はするものですからね。ですから自分にできる範囲で何ができるのかっていうのを一つ一つの役割に書いていくっていうことです。で、やってないなと思ったらそれを直ちに実行する。そうするとあなたが何か与えたものに対して必ず即座にこの水亀座の新月は即座にご褒美がやってきますから、ぜひそういうふうにしてまとめてください。で、これはですね、たくさんつながりがあればいいっていうものじゃないです。さっき言ったように素晴らしいつながりを持っててもトキシックなリレーションシップを1個持ってるとプラマイでマイナスになるから。なので、必要なものだけにするということもすごく大事です。さらに火星とベスタの炎を絶やさないことが大事なので、赤い色の鉛筆で、マジックでも何でもいいんですけど、赤い色でソウルのパッションを紙に書き出してください。これもパワフルな新月のリツアルです。それからそれぞれの生まれた国、これ日本とは限らないね、見ている方、育った国、ルーツとしてのアイデンティティを誇りに思えるアクションをしてください。意外にこの水亀座の新月、自分のルーツ、自分のアイデンティティを大切にする人にラッキー運が流れます。例えば日本人の方だったら和の文化に触れてみるとか、地方の地元の氏神様に参拝するとか、そういう行為を示してください。私は日本人であることを誇りに思ってますという行動が開運行動になるということですね。それと同時に日々のルーティンを丁寧に整えるということもしてください。日々の小さな積み重ねが皆さんの高い周波数を維持して望む未来を現実化する揺るぎない力となっていきます。いつからだって再誕生できますからね。じゃあ最後に何といってもやはりセプタグラムのもう宇宙からいただいたこの素晴らしいカード。とにかく宇宙が私たちに何かを話したいときはこのカードを通して伝えてくれますので、今日これを見ている皆さんに何か一つ一言、よいしょ、1枚引き、すごい水亀座のカードです。まさに水亀座、コミュニティの大切さ、軽やかさの大切さ、自分のマインドを変えていくことの大切さですね。ちょっと今回の開運行動ぜひやってみてください。
最後にですね、言ったようにノートを毎日上げています。さらに詳しい情報が知りたい方はノートの記事を読んでいただいたり、YouTube では、メンバーシップ限定の毎日の星読み解説っていうのも上げています。1週間ごとに上げてるんですが、それも興味のある方はぜひジョインしてください。さらに、もちろん今言ったように定期的にオンラインのお茶会、先生術のレクチャーなど開催していますし、何よりもこのセプタグラムソウルジャーニーリーディング広げていただけるプラクティショナー資格を取っていただく方、まだ募集していますので、興味ある方はぜひ、まずは個人セッション、オンラインでできるので、体験してみてください。もう一個、公式 LINE 登録してない方は無料ですので、登録していただくといろんな情報が届きます。では、素敵な水亀座の新月をお迎えください。